にちは。こんにちは。ちょっと緊急事態がありまして、はい。そのお話とちょっと皆様にご相談がありますので、最後まで見ていただければ嬉しいです。はい。私たちは2021年の4月から2022年の6月まで DIY した軽バンカリー号で日本一周をしていました。今乗ってるこの車がそうなんですけど、この車がちょっと緊急事態です。はい。結論から言うと、もうすごい古い車なんですけど、ちょっと乗るのが危ないという状況になってしまいました。乗れなくはないんですけど、もう乗らないでおこうと決めました。はい。なので今回は何があったかっていうのと、このカリー号の今後についてちょっとお話しさせていただければと思います。はい。私たち普段からこの日常使いでカリー号乗ってることも多いんですけど、この間ちょっと出かけた時にトラブルがありました。その時あかりは乗ってなかったんですけど、ちょっと事件が起きました。とある場所に用事で行って駐車してて、で出発する時のことです。エンジンをかけて駐車場から出て、でその駐車場内に結構な急坂がありました。そんな長くはないんですけど、もうアクセルをベタ踏みしないと登らないぐらいの急坂があって、で登るためにこうグッと踏み込んだんですけど、その登り切った後にスピードがちょっと落ちない現象が起きました。アクセルはもう踏んでないんですけど、エンジンがちょっと吹くようなブーンみたいな感じで、ブレーキはすぐ踏んだんですけど、ちょっと止まりにくい、ちょっとアクセルがこうかかってる状態なんで、ブレーキを踏んでも止まりにくいということが起きました。で駐車場から出てしまったんですけど、すぐに信号があって、で、また止まろうと思ったんですけど、その時もやっぱり止まりにくい、もう停止線をちょっと超えてしまうぐらい、ブレーキは踏んでるんですけど、アクセルがこうかかってる状態で止まらずに、停止線ちょっと超えてしまうぐらいの感じでした。で止まった後にパーキング入れてもアクセル踏んだ状態で一緒ブーンみたいな状況になってしまって、めちゃくちゃ危ないなと思ったんですけど、そこ信号やったんで、とりあえず、信号青になったから進まないといけなくて、で恐る恐るこうドライブに入れて進んだんですけど、やっぱりアクセル踏んでなくてもちょっと加速していく感じ、でやっぱりこれ危ないなと思って、すぐ横に飲食店の駐車場があったので、ちょっとそこ入らせてもらって緊急で止まりました。はい。でスピードは出してなかったんで、止まれたんですけど、やっぱりその後パーキングに入れてもブーンっていう、アクセルをこう吹かしてる状態みたいになって、で一回エンジン切ってみてこう再度かけてもまたブーンみたいな状態で、それを 2,3 回やったんですけど、それでも収まらなかった、なのでこれはもうやばいと、ちょっとカリー号壊れたと思って、そこから JAF に連絡して JAF を呼びました。はい。でその JAF を呼んでる間に私も近くにいたので、現場その場所に行って、JAF の方の到着を待っていました。で15分後ぐらいかな、JAF の方来られて、でそれまでエンジンかけてなかったんですけど、もう一回エンジンをかけた時にはもう普通にいつも通りの状態に戻ってました。さっきまではこうブーンとなってたのが、時間経ったからなのかもう収まってて、同じ症状は出ませんでした。JAF の方にはこう症状を説明したんですけど、その時は多分こうアクセルの何かわからないですけどサビみたいなのでちょっと引っかかって、アクセルが踏んだ状態と一緒、ちょっと構造よくわからないんですけど、こうエンジンに空気が送られてる状況っていうのが多分できてしまって、そうなってたんじゃないかと。ワイヤーの固着とかいろいろ考えられる原因は JAF の方もおっしゃってくださったんですけど、その時には症状出てなかったから、ちゃんとしたこの原因っていうのは分かりませんでした。でJAF の方とも相談して、工場で見てもらうという選択肢もあったんですけど、もう症状が出てないから、工場に持って行って見てもらったとしても、その時はやっぱりわからないから、結局はこうもう分解してエンジンを分解したりしてもう見ないといけないんじゃないかというお話でした。はい。でカリー号の場合はちょっと後ろにエンジンがあるので、もう積んでる荷物とかも全部下ろした状態で一回ちょっと開けてみないとわからないというような、結構大掛かりな検査になるというかな、そういう話もおっしゃってました。でひとまず症状は収まっていたので、ほんまに気をつけながら家の方まで帰ってきました。その後はその症状は出ずに、無事に帰ってこれたんですけど、もしまた何か同じ状況でこう急にアクセルをバンって踏んだ時に、同じことが起きるんじゃないかと。なかなかこうアクセルを全開で踏むことってないんですけど、もしかしたらその全開にしなくても普段乗ってる中で同じようにブレーキがちょっと効かなくなるというか、アクセル踏みっぱなしになるような状況も考えて、もうちょっとあまり乗らん方がいいんじゃないかなというふうな結論になりました。はい。
もちろん工場に持ち込んで修理とか点検とかしてもらうという方法もあるんですけど、そもそもカリー号がもう来年の2月までの車検だったので、以前の動画でちょっとお話ししたことあるかもしれないんですけども、そこまでしか乗れないというふうに、車屋さんからも言われてて、もう古い車やし危ないからもう次の車検までにしておいてくださいと前回の車検の時も言われてたので、もう大掛かりな検査とかはせずにちょっと乗らなくなるのを早めようかなっていう決断です。前回車検は通ったんですけど、やっぱり錆とかがあってもう結構限界の状況だったんですけど、修理すればまだ乗れると、ただその修理するのに多分このカリー号を買った時と同じぐらいの金額がかかるという話だったんで、普通はそこまでして乗らない、もう廃車にして次の車買うっていうのが普通の選択だと思うんですが、僕たちはそのカリー号を廃車にしてまた新しく同じ車を買うっていうのはなかったんで、一旦この車を乗り続けようと決めて乗っていました。であかりが言ったように来年の2月までの車検だったんで、そこまででもカリー号は乗るのをやめて、でまた違う次の車を考えようと思っていました。なんですけどそういうちょっと危ないトラブルがあったんで、もう来年の2月を待ってやめるんじゃなくて、もう一刻も早く乗るのをやめた方がいいなと思って、ちょっとこういうご報告をさせていただくことにしました。本当に思い入れのある車やし、できるだけ長く乗りたいっていう気持ちももちろんあるんですけど、自分たちが怪我するとかそういうリスクももちろんあるし、もしかしたら誰かを傷つけてしまったりとか、他の車にぶつかってしまったりとか、そういう可能性もある症状なので、さすがに乗り続けるのは難しいだろうなと思いました。先日の動画で妊娠のご報告をさせていただいたんですが、このカリー号は2人乗りなので、どちらにせよ子供が生まれてからはもう乗れない車でした。それもあっても次の車検で終わろうとは思ってたんですが、それが早まる形となりました。もう20年前の車で、やっぱり至るとこが錆びてたりとか、時々やっぱり不具合が起きたりして、もう限界かなっていうのは思ってたので、ついにその時が来てしまったかという状況です。本当チャンネルのアイコン的な存在でもあったし、会う人にもカリー号やってすごい喜んでもらえてたりして、なかなか心苦しいところもあるんですが、とはいえこの車をスクラップにするとか、そういうことは今は考えてません。以前から動画とかでちょっと触れてたかもしれないんですが、僕たちとしてはこのカリー号に乗らなくなった後も、何かしらの形で置いておきたいという思いがありました。でずっと思ってたのが、僕たちの将来の夢がカレー屋さんを開くことなので、いつかそのカレー屋さんを作った時にこのカリー号を店の中か店の外かわからないですが展示して、そのお店の看板としたいと思っていました。だから乗り物としての役目は終えるんですけど、そういうふうに今後は利用していけたらなと思っています。ただすぐにお店を始められる状況ではないので、このカリー号の置き場所っていうのをちょっと今迷っているところです。今はカリー号の他にデッカリー号という車を持っています。それは今キッチンカーにしようと思って制作会社さんに預けている途中なんですが、それが帰ってきたらカリー号とデッカリー号2台あることになります。で家の駐車場が2台止めれるんですけど、もうカリー号は乗らなくなるので新しい車を買おうと思ってます。以前の妊娠報告の時もちらっと触れたんですが、子供が乗れるようにファミリーカーか、そういった車を検討してます。でそれが来るってなると3台になっちゃうんで、カリー号を止めとく場所がありません。でここからは皆様にちょっとお願いというかご相談なんですが、カリー号を置いておける場所をお持ちの方いらっしゃらないでしょうか。僕たちでどっか駐車場を借りたり、どっかの土地を借りてカリー号を置いとくこともできるんですが、そうなるとただただ車を置いておくだけになるので、ちょっとカリー号もかわいそうかなと思っております。カリー号をどういうふうに置いておくかとか、アイデアが2人だとそれぐらいしか思いつかないので、何かいいアイデアがあればちょっと皆さんの知恵を貸していただきたいなというところもあります。さっきも言ったように将来は僕たちのお店をもし開くってなったらそのお店に置きたいなとは思ってます。なので、それまでの間、ちょっと限定的で、しかもいつまでというのがわからない状況ではあるんですが、もし同じように例えばお店とか、何かしらの敷地とか、あとはキャンプ場とかで置いていただけて、来た方が見れるような場所が理想かなというのは僕たちの中で思っております。ただただ置いておくだけじゃなくて、来た人に見てもらって喜んでもらえるような場所に置くことができれば
僕たちもカリー号もみんな幸せなんじゃないかなと思ってこういうご相談をさせていただいております。はい。ほんまに漠然と考えてるだけなんで、皆さんの方がいいアイデアをお持ちかもしれないんですが、もしお店やってますとかキャンプ場やってて全然置く場所あるよという方がいたらぜひご相談させてほしいです。はい。でも古い車やし乗るのは危ないので、もう自動車の登録自体は抹消して、車なんですけど箱として置いていただきたいなと思ってます。はい。もちろんすごいきちんと修理したりとかお金をかけたら乗れなくはないんですけど、やっぱりいつ壊れるかわからないっていう危険もあるし、あと私たちと別の方が乗るってなると視聴者さんに誤解を与えてしまう可能性とかもあるので、乗り物として利用したいっていうのはあまり考えていないです。でこんなご相談をしておきながら、ちょっとわがままなんですけど、できれば関西圏、大阪から近いところであればよりありがたいかなと思います。はい。私たちも会いに行けるしな。できれば関西圏の方だと嬉しいです。はい。とはいえもっといいアイディアとかも出てくるかもしれないので、日本ならどこでも一応連絡をもらえたら嬉しいです。まだ車検も残ってるし全く乗れないわけじゃないので、いいアイディアが見つかるまでというか、ゆっくりカリー号の場所は探したいなと思ってます。はい。いつかカレー屋さんを開きたいと思ってるので、それが何年後になるかわからないんですけど、その時にまた引き取らせていただきたいと、そういうちょっとわがままもあるんでなかなか難しいかもしれないんですが、ぜひそれでもいいよと、こういう場所あるから置いていいよという方がいらっしゃればご連絡いただきたいと思っております。はい。連絡方法は私たちのメールアドレスがあるので、それを概要欄に記載しておきます。はい。そこからご連絡いただいてやり取りさせていただければと思います。はい。よろしくお願いします。ちょっと里親に出すというかな、そういう気持ちです。はい。何人の方がいいよって言ってくださるかわからないんですけど、仮に複数の方がいたら、やり取りさせていただいて、どこに置くかっていうのを決めたいと思います。はい。なのでどこかに必ず置けるかっていうことでもないとは思うんですが、一度ご相談して決めさせていただければと思います。はい。誰もおらんかもしれない誰もいなかったらもう普通に駐車場とか土地とかを何らかの形でちょっと保管しようと思ってます。幸い知り合いで置いててもいいよって言ってくださる方もいて、本当に誰もいない全然カリー号の居場所がなくて有効活用できないってなった場合は、そういう手段を取って保管しようとは思ってます。はい。というわけなので今後ちょっと動画にカリー号はあまりというかほぼ出てこなくなると思います。この先もお出かけの予定はしてるんですが、レンタカーを借りたりしながら行こうと思ってます。はい。さすがに出かける時にカリー号に乗ると危ないんで、もう今後は控えておきたいと思います。なのでもうほぼ出番はなくなるかなと車中泊とかも最後したかったんですけど、ほんまに急にこういうことが起こってしまったからそれも難しいかなと。とはいえ存在が消えるわけじゃないんで、今後も引き続きカリー号の行く末を見守っていただければと思います。はい。もしまたカリー号の置き場所とか他に関して進展があったら動画でお伝えしようと思います。買ったのが2021年、だいたい4年近く乗りました。はい。本当に買った時から古い車やったし、12万キロを超えて買った車だったんで、こんなに長いこと乗れると思ってませんでした。正直日本一周できればいいと。そうやな。もうなんなら日本一周の途中でカリー号が壊れたらそこで旅終了みたいな話もしていたぐらいだったんで、すごい頑張ってくれたかなと思います。過酷な北海道、雪とかそういうのを乗り越え、大阪帰ってきてからは次は灼熱もう気温差半端ないからな。ちょっとそういうのもあって、カリー号は体調を崩してしまったかもしれないんですが、今後は平穏に暮らしてもらえるかなと。余生を過ごしてもらえれば。というわけでいいアイデアをお持ちの方ご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。